お市の方のその後。どうする家康に学ぶ日本史。戦国一の美女と称された信長の妹。お市の方は戦国一の美女と称された織田信長の妹だが、最後は夫の柴田勝家と共に天守閣で爆死した。お市の方の生涯を詳しく見ていこう。お市の方は1547年、天文16年、織田信長の妹として尾張の国に生まれた。一説には、お市の方は信長のいとこであるとも言われている。父は織田信秀だが、母の名前は不明である。信秀には12男6女の子供がいたと言われるが、お市の方は5女であった。信長とは異母兄弟と考えられ、13歳の年齢差があった。1567年、永禄10年、美濃の国をほぼ手中に収めた織田信長は、天下布武を掲げ、いよいよ上洛を決意する。京都への道の途中には、近江の小谷城に、年は若いが急速に力を伸ばす浅井長政の存在があった。信長は利発なお市の方を長政に嫁がせ、徳川家康と同盟を結んだように、将来有望な長政と良好な関係を築けることを期待したと考えられる。信長は家臣の不破光晴を介して長政とお市の方の縁談を進めている。だが浅井氏は信長と不仲の朝倉氏と古くから同盟関係にあったために、長政は縁談を一度は断っている。そしてもしも越前に侵攻する場合は、織田氏は浅井氏に相談するという約定を交わし、やっと長政とお市の方の婚姻は成立した。お市の方は1567年、永禄10年頃に北近江の小谷城に越し入れした。この時、お市の方は21歳、長政は23歳であった。長政とお市の方は仲睦まじく暮らし、二人は茶々、初、豪という3人の娘を設けている。もちろん当時の婚姻は政略結婚で、花嫁は外交官として両国の親善を図り、また敵情を探るスパイの役目も果たした。お市の方は結婚して数年間は織田家と浅井家の関係が良好で、子供たちと幸せな日々を過ごしたようである。ところが織田信長が長政に相談もなく朝倉義景を突如攻めた金ヶ崎の戦いで状況は一変する。朝倉義景が将軍足利義昭と結んで信長に敵意を表したためである。浅井長政は織田信長が独断で越前攻めを決行したため、信長との約定破棄を決意する。長政は織田軍を深く越前へ攻め込ませた上で、袋のネズミにする作戦を決行する。この時逸話では、お市の方が袋に詰めた小豆を信長に送って危機を知らせたと伝えられるが、後世の創作話である可能性が高い。徳川家康と羽柴秀吉、後の豊臣秀吉がしんがりを務め、信長は危機一髪で京都へ逃れている。織田信長には生涯3度の危機があったと言われ、1度目が桶狭間の合戦、
2度目がこの金ヶ崎の軒口、そして3度目が本能寺の変である。信長は3度目の危機でついに命を失うのである。それはともかく、信長と敵対した浅井長政はお市の方に離縁して織田家に帰るように伝えた。しかしお市の方は子供たちと浅井家にとどまる道を選んでいる。一方の九死に一生を得た信長は長政の行動に激怒して2ヶ月後には長政追討の兵を挙げている。浅井朝倉連合軍1万8,000は姉川で織田徳川連合軍2万数千と激突する。この姉川の戦いは後に徳川四天王と言われた一人本田忠勝らの活躍で織田徳川連合軍が勝利する。織田信長は1573年天正元年、浅井朝倉追討の兵を挙げ越前へ攻め込んだ。まず朝倉義景を討ち取った信長は小谷城を包囲して長政を追い詰めている。浅井長政は3人の娘と共にお市の方を城から脱出させると切腹して果てている。まだ29歳であった。長政とお市の方ではない別の女性との間に生まれた10歳の長男満腹丸は押し延びた敦賀で捕らえられ秀吉に貼り付けにされて串刺しにされている。お市の方と3人の娘たちは叔父の織田信次の居城森山城に身を寄せた。ところが1582年天正10年織田信長が本能寺の変で明智光秀に討たれた。信長の後継者争いが起こり織田信雄を推す徳川家康、織田信孝を推す柴田勝家、そして三法師を推す羽柴秀吉の3者が清須会議で対立する。お市の方は織田家再興のためには信孝が適任者だと考え柴田勝家に嫁ぐことを自ら決意したと言われている。柴田勝家は織田信孝の幼少からの守役でお市の方には勝家が一番織田家への忠誠心が強く無私無欲に思えたのである。羽柴秀吉は北陸の柴田勝家が冬の間は動けないのを利用して裏切り工作を行い1583年天正11年春の賤ヶ岳の合戦の時にはすでに勝負は決していた。賤ヶ岳の合戦で敗れ北の少城に追い詰められた勝家はお市の方に娘たちと共に落ち延びることを勧める。しかしお市の方は娘3人を秀吉に託すと柴田勝家と自害する道を選んだ。お市の方は織田家の後継者争いを起こした責任を取るために死を選んだのかもしれない。柴田勝家は天守に爆薬を仕掛けてお市の方と共に華々しく散ったと言われている。救い出された長女の茶々はやがて豊臣秀吉の側室淀殿となって秀頼を生んでいる。次女の初は名族の京極高次に嫁いでいる。そして三女の郷は最初は尾張の佐治和成に嫁ぐがやがて第二代将軍徳川秀忠に嫁ぐのである。お市の方の娘3人も戦国に生きる女性として母親以上の
過酷な人生を歩むのである。